よく言われるんだけど、表中段がいろいろあるけど、表っていうのはどこまでも筆で言えば肖像で言えば楷書だっていうのはこれパスカルが非常に強調してるわけ。楷書を書くんだからきちっとしたものを覚えておく。中段になったら今度はそれをね、少し早くね、ちゃっちかちゃっちか、いわゆる書道でいうと行書っていうのかな、崩したっていうのは基本は崩してないけど、ともかく早く動くっていう。だから表はどこまでもきちっとした技を覚えてくださいよと。だから影になると同じ名前でしょ。目録は手帳として座る。だから技は全然今度はうんと単純になってくる。表だったら単純なようだけど、もっと単純ですよ、影の。だからそれはだんだん秘伝に近づいてきてる。で、倒せるみんな教えてる。だから最初は秘伝を最初に習ってると同じなんです。だから本定逆定引き落としは秘伝のうちの最後の打ち込みっていうのはハスジュっていうのは正すこと。まああまりにもさ単純で、しかもその無味乾燥だからさ、みんな飽きちゃうあればっかりなんだ。だからそうするといろんな型をそこで教えていくわけで、その型は何だというと、みんなその基本の組み合わせだから、ぜひだから最後はいつでも基本に戻ってくるで、僕らだってああやって打ってたってね、いつまでたってこれでいいってことは誰もないと思う。20本たった20本やったって20本がきちっと打ち込めるかって打ち込めないんだから、よく言って最初は20本全部バラバラだよな。そのうち少しずつね、5本20本のうち5本よくいいのができた、10本いいのができた。だから20本ができるだけ自分で今日満足した人ができたって言えれば一番いいんだと。これ本手で逆手をね、ここで特にこの2人に申し上げるからよく聞いといてこれは皆さん方もね、剣をこれから持っていただくことになるんですけども、今こっちの人打ち出しとして剣を今度あなた方が剣の持ち方っていうのはね、剣道で言えば切り手って言ってこういう持ち方してるんです、両方とも。これがなかなか皆さん方が持ってると、こっちはある程度できるんだ、こっちができないんですよ皆さん。こっちがこういう手になってるんです、こういう手。これをねよくねここで説明しますから、本手っていうのはねこういう手なんです。これを前にこう置いてみていいですか、まっすぐにこれを合わせた手をここに持ってくる、はい、その手です。そうするとどこへこれが来てるかっていうと、手の一番長い距離をねこうなんか斜めにこういってるわけですよ。でそれを両脇からこういう格好をして、両脇からここへそのまま軽く握るんですよ。そして前に持ってきてください。その手なんです。それをそうここへね、こっちも同じはずです。ところが打ってるとこっちがね大体ねだんだんこうなってくるそこだけをよく気をつけてくださいね。それでこれは本手打ちすると逆手打ちやりましたね。逆手打ちは両方こうなんです、はい、今度は横にこれが横断してるわけ、これそれで打ってるわけだから、本手っていうのは両方ともこうなって、それで切ってる、これを切り手って言うんです。でこういう逆手の手は打ち手って言ってですね、当て目を食らわすとか、それから何かするときに、それから重いものを持つ場合、これはもう必ずこういう手になります。ですからその2つの握り方をよーくね徹底的に覚えてほしい。で情はいつでもこの2つを時と場合によって使い分けてます。で先ほどの引き落としなんかやった場合には最初は逆手で持ってます。ね、こう持ち上げてきた、ここまでは逆手です。こっちは本手に持ってるんですけど、打った瞬間にこれが本手になってるんです。ほんのわずかちょっと手首がこうやって効いてくる。そういうふうに利用の仕方してます。これは剣道の場合には大体もうこれが本手ばっかしが本当なんですけども、今の剣道家は剣道人でありながらこれはもしかしてこういう手になってます。
居合なんかやりますと特にこういうふうになっちゃいます。抜いた瞬間にこういう点なんかここへ来てくれなきゃいけないんですけど、それはなかなかいかない。ちょっとじゃあそうだと日常生活で刃物を持ってる絶対本手なんです。包丁だ。だからよくね、もう一度振りにて日の生活から見直していただきたいんです。ないとじゃあ各条をやって各条でも例えばこれからクリスケなんてのはこう片っぽはこれこう持ってるってねそうこれ皆さんこう逆手で持ってる人がいるんですけど、こっちは逆手なんです。そういうはっきりしたね使い道があるんです。もっとここへ来る。そうだからちょうどこういう形になる。手首はこうね柔らかくこうならないとそうはいきませんから。そうするとねこれがねこうならないんですよ。逆手に持つと大体こうねこっちが開いてきますから。そういうこと。それでこれは必ずここへ向けておでこへつけてください。それがクリスケなんかのこれが構えっていうか入った時なんです。そうしておいてクリスケの場合にはこの本手がすぐに逆になるんです。逆手になる。今度は両方逆手になるんです。それでこれも逆手になる。それからこうなった時は本手、こっちは本手。それ本手もこう持ってる人もいるんですよ。こういうふうに持ってる人もいます。だけど水月なんかつく場合にはやっぱり本手にならないとこれ効かないんです。本当はこのままでやると剣線にどうしてもねこっちの方に力が入ってる、ここに力が入りませんから、そういうこれが理屈なんです。ですから理屈通りに、この獲物というものを使わないと半分は損していると同じなんですよ。いらない力を使っているから。ですから本手に構えた時こう構えた時もこの本手に持ってここをつけなさいという理由があるんです。主従はねこれ離してたりなんかして最近はだんだんこう重く感じますから、ここへちゃんとつけておくとこれは相当の力で自分がね維持してすることができます。それでここさえ相手につけてここだけピシッとそうこれがだんだんこう離れてくるとこれだんだんねこれ重く感じてきますから、そんなことで全部利合がありますんで、ぜひこれから申し上げることは早く自分の体に入れてほしいんです。ですから先ほどこうやってもこの手がしっかり本手になってでこれをこんなところに乗せたりこんなところに乗せないで軽く握っておく。でいつでもこの手を崩さないようにして、そして切ったら切ったらないとして、それでそのまま左でも同じことね。これをゆっくりやってくる。そうしませんと、せっかくねこれは400年も500年も日本人が武術というものをやりだしてから先輩は相当に剣道でも何でもそうです。経験則っていうか経験で得てきたものが今でも残ってるはずなんです。それだけは早く我々も伝えて次の人に伝えていかないと。